皆さんこんにちは。前編のネガティブ動画の次は、実際に危険回避するために役立つグッズをいくつかピックアップしてご紹介いたします。大きめな災害のような前兆が起こりまくりの災害大国日本。被災者が共同する避難所の運営では、名簿の作成や衛生管理、炊き出しに各種のルール決め、ゴミの管理などなどエトセトラ。災害が起こる前に知っといた方が良さげな知識や技術が盛りだくさんです。とはいえ、それらの知識や技術は信用スコアという人の考え方や行動によって個人の点数がね決まっていってその持ち点によって銀行からの借り入れ内容が左右されたり、これは日本も随分前からやっておりますが、例えばあと他は隣国のジーマー信用、ゴマ信用っていう方もいらっしゃいます。ジーマ信用や15分シティ構想など超管理社会を無理なく生き抜くための基礎にもなる知識だなぁと3年前から研究中です。その話は後々の雑談動画にて。今回は車中泊や避難所に入れない場合での公園でのテント泊、自治会館や避難所での避難生活や周囲にトイレのない場所でビニール袋にね、用を足さないとならないっていうような緊急事態を想定しての、小さい方の用足しで使える女性用のグッズを発見しました。車椅子や認知症なので仮設トイレが使えないっていう方々や、子宮脱、肩麻痺、視覚障害、切迫性の頻尿、あと、急いで離れたトイレまで行くことが困難な方、歩行困難とかね、そういう方などなど、緊急時には役立つのかもなぁと、避難所の出入り口に近い場所のスペースを必要な方に割り当てるっていうのもミソなのですが、なかなかそうもいかない場合もあると思いますので、例えば草むらで用足しするしかない場合、蛇や毒虫、毒植物、朝露でね、痒くなっちゃう人もいるんですけど、そういうのから陰部を守るために、小さい方を立ってするっていうのとか、あと、座るのを躊躇してしまうようなこの汚れの便器では、感染症の予防も兼ねて、便座には座らず、トイレでは小さい方の用足しは立ってできるようになるっていうアイテムです。シリコン素材なので肌触りが良くって、洗えて繰り返し使えて、女性でもペットボトルに小さい方を溜めておくってこともできます。ペットボトルね、使うときはね、接続部の部分は、取れやすいので、ちょっとテープで仮止めするなんかっていうのは必要かなと思うのですが、厚みは少し薄い感じで、小さく畳むこともできます。で、ファスナー式のビニール袋とかに入れといて持ち歩くこともできるし、真冬はタオルに包んで保管しておくと使う時にひゅっと冷たくなく使えるのかもです。ビデやお尻シャワーが必要な場合、ペットボトルの蓋に穴をブツブツブツっと開けた簡易式ではなくて、携帯用の電池式のシャワートイレも便利です。以前より900円の値上げなんですけど、ペットボトルを接続することで容量がね、アップしたりとか、あとね、前とは違って丸洗いが OK に改良されていました。これで900円アップだったらば、ちょっとお得で嬉しいかなと。あとね、高齢や障害、赤ちゃん抱っこのママなど、片手で用足しする必要がありそうな場合は、長いノズルでペットボトルが使えるタイプもありました。プラスチック製で取っ手がついているので、握りが難しいリウマチの方なども、ペットボトルを持たずに片手で、軽い力で使用することができるかと。こんな感じで、もう直接ペットボトルをつけられるタイプもあったりとか、もういろんなタイプが販売されていてですね、心が女性で体が男性の方が避難所で使う場合、逆もしかりです。心が男性で体が女性の場合なんかとか、災害やキャンプのね、時の用足しはね、こういうポンチョだとか、プライベートのトイレスペース、3000円ぐらいで、売っていますので、こんなのようなね、用意するのもありかもです。前編でお話ししたように、
公衆トイレや避難所トイレにも死角があったり、薄暗いなど犯罪を助長する環境に該当する場合、避難所のスペースや周囲の理解があればなのですが、一人用のトイレを小さい女の子や女性、あと足元が滑ると危ない妊婦さんなどのために、ちょっとみんなで協力して共有できそうであれば、防犯や感染症の対策などを考慮して、こんなポップアップテントなどのね、テントで排泄時のプライバシーを守ったり、段ボールの仕切りしか使えない場合は、市販のポンチョや100均のアルミシートをつないで、手作りポンチョを併用して、こんな感じで段ボールのね、影で用を足すとかですね。あとね、高齢者や障害者の方で立って排泄するのが難しいとか、介助が必要などの場合は、軽くて折りたためる簡易便座では転倒してしまう危険があるかと、購入する際は、便座の穴の大きさや、座面の高さがポイントになるかと、床に足裏がつかない方の場合は、前のめりに倒れないように注意が必要です。こちらは座面の高さが28センチの安定性のある構造なので、小さいお子さんが慣れない環境下で失敗せずにトイレが可能に。小さい配慮だけど、粗相からいらぬトラウマを残さずに3000弱でストレスを軽減させてあげられるのなら安いのかも。こちらの寸胴タイプや、こういった椅子の足のとこに横の棒がね、ついてるタイプなのでは、足の筋力の弱い高齢者さんや、踏ん張りの効かないパーキンソンなどの方の場合、足が十分に引き込めないことで、上半身の重心移動が少なくて、その結果お尻が上がらずで、うまく立てないとか、転倒の危険性も出てきます。例えば足を十分に引き込んで、前かがみになることで、かかとの後ろに線を引いてみると、体全体が前の方に重心がいっているんですね。体が前の方に行っていることで、少しの力でお尻を持ち上げることができて、そのままスッと立つことができるという、そんな重心移動なんですが、この右側足のように、足が十分に引き込めないような場合ですね、同じようにかかとの後ろに線を引くと、こんな感じで前の方に十分に体重が移動することができなくて、お尻が上がってくれないっていうことで、立ち上がりづらいとか、その結果転びやすいっていうような、感じにプロセスになるという感じでございます。とても画伯すぎる絵ですみません。福祉養護専門相談員な私の要支援・要介護・障害者さんの災害用の簡易トイレで安価なタイプのおすすめ商品はこちらです。値段が高ければいいのはたくさんあるんですけど、今回は安価というところがミソです。座面の高さが40センチで、気持ち少しだけ高めなのですが、安定性があって重量があるので、前のめりに倒れにくい構造になっています。で、折りたためて丸洗いできるのも良き。バケツを取り外して高さを調整すると、避難所とかホテルのね、便器の幅とか、壁の幅とかが合えば、立ち座り補助の手すりがついているトイレっていうのに早変わりします。自治体、学校、施設などで簡易的で安価に備蓄しておく場合は、更衣室のあるトイレ、またはシャワー室になるようなテントもあります。例えば、左側のスペースを簡易的なシャワーとして使う場合、右側の入り口のファスナーを閉めれば、個室の脱衣所として使えます。日々の備蓄疲れをたまには忘れて、キャンプや海にバーベキューにサーフィンにと活躍しそう。で、一つも私やってないんですけど。災害時だけでなく、レジャーで楽しむためも兼ねて備蓄すると、ウキウキワクワクも備蓄できちゃうのかも。ですね。それではまた。